2023年9月、Apple が Vision Pro の開発を発表しました。その後、数多くの人々が注目し、アメリカの先行発売も盛り上がって、6月28日に日本国内でも発売が開始されました。僕も日本発売に合わせて無事に Vision Pro を入手することができました。多くのレビュアーや YouTuber たちが購入していますが、その後現在も日常的に使い続けているクリエイターはどの程度いるのでしょうか。僕の予想では購入者の 50% 以下しかいないんじゃないかなと思います。価格は$3500、日本円にして59万9800円からです。かなり高額なデバイスであるということに間違いはありません。この Vision Pro にこれだけの価値はあるのでしょうか。実際に毎日使用し続けてみました。その中で出た僕の結論としては、60万円の価値は大いにあるが、今はまだ購入するべきではないと思います。しかし皆さん、このデバイスには夢のような世界が広がっています。自宅やオフィスの中での使用はもちろん、旅先とか飛行機の中でも作業に没頭できたり、時間を有効的に使うことができます。 iPhone で撮影した空間ビデオを見て当時の様子を鮮明に思い出すことができたり、疲れてる時や集中したい時にデジタルクラウンを回せば晴れやからにワープすることができます。そしてこのレビュー動画制作の企画を組んでいく中で、 Apple の狙いや今後のビジョンについても何か見えてくるものがありました。 Vision Pro が我々現代人に与える影響や実際の使用感について、購入はしなくても注目する価値はあると思います。僕がこの数ヶ月間で使用してきたことを全て皆さんに長期使用レビューとして伝えていきたいと思います。まずはじめに、そもそも Vision Pro とは何なのか。 Apple はこのように名付けました。空間コンピューティング。これは単なる VR デバイスではなく、空間上のコンピューターであると。実はこのデバイスには Apple の最高峰の技術が多く埋め込まれています。詳しく見ていきましょう。最も特筆すべきは画質です。 3648×3144 でメタクエスト3の約3倍の解像性能を誇ります。なんと両方とも 4K のレンズ、合計2300万画素の有機 EL ディスプレイを採用しています。ちなみに DCI-P3 のカバー率は 92% と、色表現もとても美しいディスプレイです。そして搭載チップは M2 です。本体に12個のカメラと5つのセンサーを搭載していて、それらを制御するための R1 チップも搭載されており、2つのチップを埋め込んだデュアルチップ構造となっています。カメラに関しては空間写真と空間ビデオの両方が撮影可能です。本体に12機搭載されるカメラのうち8機は前面のガラスの下部に配置されています。8機のうち2つは高精細のカラー映像を捉えて、残りの4機はヘッドセットの位置追跡に使用されています。さらに2機は下向きに設置されていて、顔の表情を追跡していきます。そして認証方法はタッチ ID やフェイス ID ではなく、オプティック ID、交際による生体認証となっています。オーディオに関しても最も先進的な空間オーディオシステムを搭載しており、両耳のすぐ横に配置されたオーディオポッドが環境に合わせてパーソナライズされたサウンドを届けます。これによって空間コンピューティングと空間オーディオを組み合わせた最高の没入体験をすることができます。Vision Pro のオペレーションシステムは VisionOS です。おそらくこれは iPadOS に基づいた設計になっているようです。なので使用可能アプリとしては iPadOS とか iPhoneOS のものも多く使用できるようになっています。僕のイメージとしては iPadOS のステージマネージャーを空間で使用しているような感じかなと思います。実際に Vision Pro でアプリにログインすると iPad でログインされたという風な通知が届きました。そして Vision Pro は全く新しい操作体系になっています。iPhone は指を使いました。iPad も Mac も手を動かして操作をします。Vision Pro は手の操作に加えて目も使います。リモコン等は一切必要ありません。どのように操作するのか。基本的にはただ見るだけ。内部のカメラがそれを認識して正確にポイントを合わせていきます。視線を送って指でつまむことでクリックもできるし、それを引っ張って拡張したりと直感的な動作が可能になっています。さらにつまんで引っ張って引き寄せて、それらをスクロールしたりタッチ操作をすることもできます。空間上にキーボードを表示させて入力していくことも可能なんですが、これにはすごく慣れと時間がかかります。長いテキスト入力にはあまり向かないので、別でキーボードを用意した方がいいです。操作感自体は全然難しくなくて、1日もあれば十分慣れるとは思うんですけど、拡大縮小させる時に使う端っこのバーの認識とかが僕は未だに全然うまくいかない時があります。あとは装着時に iPhone の Face ID が認識しないので、この辺はアップデートの改善を期待したいところですね。Vision Pro には2つの物理ボタンが搭載され
れています。右のデジタルクラウンを使えばバーチャル空間の没入感の調整ができたりとか音量の調節を可能にします。左のボタンではカメラの撮影や停止、録画、そういったことができるように割り当てられています。そしてすごくユニークな性能としてアイサイトとペルソナがあります。ペルソナを使えば自分にそっくりなアバターを生成することができます。これはビジョンプロのカメラで自分の顔や目をスキャンして生成することができるんですけど、そのペルソナを使ってフェイスタイムとかズームなどのオフライン空間を楽しむこともできます。自分の顔をスキャンするときに目の情報も読み取るので、外側のディスプレイに自分の目を表示させることもできるんです。これは透過してるわけじゃないのでそこまで綺麗ではないし、リアルさには正直欠けているかなと思います。ただそれなりに精度は良くて自分の表情に連動した動きをしてくれます。例えばこれよく見るとビジョンプロの中でウインクをするとしっかりアイサイト側でもしてくれています。実際にこのビジョンプロを使用すると全く新しい体験で本当に感動します。僕も到着日に開封した時はすごくテンションが上がりました。もう本当に感動して楽しすぎて寝る前までもずっとつけていました。実際に僕が使用していて思うこととしては、投影する画質は本当に綺麗で繊細です。動画や写真やテキストどれを見たとしても本当に高画質で全く荒いという風に思うっていうことは一切ありません。本当に綺麗な画質を映し出してくれます。ウィンドウも好きなだけ置くことができて好きな数を表示することができるし、実際にここの事務所の65インチテレビと比較してもこれだけ自由自在に大画面で投影することができています。しかも面白いことにこのビジョンプロ内で表示したウィンドウは影とか光を再現しています。これよく見るとウィンドウの影がしっかりと地面とかに表示されてるんですよね。これすごくないですか？しかもこの映り込んだ自分の手っていうのはヘッドセット内の環境に依存するんですね。なのでそのバーチャル空間が暗ければ自分の手の明るさも下がっていくし、空間が明るければ手の明るさも明るくなっていくと、ここまでのこの演出のこだわりは本当に見事だと思います。ただし画面越しに見る実写の映像っていうのはノイズは少し多めだなと思います。これはビジョンプロがカメラで捉えたものを表示させているだけになるので、ディスプレイが透過されているわけではありません。なのであくまでカメラの映像になるので画質はそこまで良くないです。で、そしてこの表示されたウィンドウのトラッキング能力は非常に優秀です。これびっくりしました。表示させたウィンドウをその場に置いてぐるっと一周建物の周りを移動してきました。その間ウィンドウは全く持って何も触っていないんですが、一通りぐるっと歩いてその場所に帰ってくるとウィンドウはその場所にそのままの大きさで表示されていたんですよ。このトラッキング能力はほんまにすごいですよね。なのでオフィスとか自宅とかで自分がどの場所でどのウィンドウを使いたいかによってそれぞれをその場所に適切な大きさで振り分けておくこともできたりします。そしてビジョンプロの醍醐味である環境モードを使用すれば同じ空間でも一人だけ別の世界に行くことができます。実際に用意された様々なバーチャル空間に移動することができるんですけど、この画質もめちゃくちゃすごく綺麗だし、しかも昼間の環境だけじゃなくて夜の環境もセットしてくれています。夜の空間だったら星が見えたりとか、実は風が吹いていたりとか、細かなその場所に合わせた設定が完璧に再現されていますね。僕もいろんな作業をしながらその空間にいたんですけど、完全にバーチャル空間に調節した時に自分の人体のみしか検出をしてくれないので、例えば作業中にキーボードとかマウスが見えないのでタイピングミスが起きてしまったりとか、デスク上に何があるかっていうのは一切見えなくなってしまいます。ただこれは細かく濃度を調節すればデスク上も把握しながらバーチャル空間に移動することもできるし、次のアップデートでキーボードとかの認識もできるようになるみたいです。これは非常に楽しみですね。そして iPhone のカメラ機能でパノラマ撮影があったりすると思うんですけど、このパノラマで撮影した写真をビジョンプロで楽しむことができます。本当にその場所にいるかのような疑似体験をすることができるので、思い出の場所とか旅行先とかそういったところで積極的にパノラマ撮影をするようになりました。そしてビジョンプロはコンテンツ消費を最高峰に楽しむことができます。例えば Apple TV で視聴するときに映画館モードを使えば最高の視聴体験が得られます。これ本当にどんな場所にいたとしても映画館で作品を楽しむことができるんですね。全席とか後席とか1階席2階席など回数とか自分の好きな場所でスクリーンを表示させて楽しむことができます。僕も飛行機の移動中にこれを楽しんでたんですけど、マジで飛行機であるということを忘れてしまうので本当にね、これは素晴らしい体験です。そしてさらにディズニープラス、これも最高なんですけど、なんとこれはスター・ウォーズに登場するタトゥイーンやモンスターズ・インクのデスクとかアベンジャーズ・タワーなどからの景色を楽しみながらコンテンツを見ることができるんですね。これすごくないですか？ディズニープラスのアプリ自体がビジョン OS に最適化されているので、いろんな場所で作品を楽しむことができるようになっています。そしてさらにアバターとかアベンジャーズなどの名作の映画を 3D で楽しむことができるようになってるんですよ。その場所でその空間で 3D を楽しめる。
こんなね視聴体験はまあ他のデバイスではできないんじゃないかなと思います。で他にも Vision Pro であればコンテンツに合わせた視聴体験が可能です。例えばホラー映画を楽しみたいなら月の上に行けばいいし、ファンタジー映画などを楽しむなら絶景の場所に行ったりと、コンテンツに合わせた視聴体験ができるっていうのが素晴らしいところです。でもちろん YouTube なども自分だけの空間で楽しむことができます。僕も普段から映像作品を作ったりとか YouTube に Vlog とかを発信しているので、それらを大画面で楽しむことができたりとか YouTube 上に上がってる HDR 動画とかを楽しむとかね、これは本当にね最高の体験ですよ。ただ現時点で不便なこととしては YouTube の純正アプリがまだないっていうので、一応サファリから YouTube の視聴をしないといけないっていう風になっています。ただ他の Juno というアプリを使えば純正のような YouTube UI で空間に配置して楽しむことができるので、今は僕はこれを使用しています。ただ現時点で純正アプリはまだありません。そして Netflix も同様ですね。アプリがないのでブラウザから見るといったことしかできません。やっぱり UI が最適化されていないのでちょっと見苦しさはね感じるかなと思います。で少し気になるのが Netflix がメタクエストから撤退したと。そして Vision Pro にも対応していない。なぜですかね。もしかしたら Netflix 自体がハードウェアを開発しているとか分かりません。で他にもこのバーチャル空間を利用してプレゼンをするときにシアターに立って発表することができたりします。これでピッチの練習ができたりしますね。これはシアター以外にも会議室などといったところで場所を選択して行うことができるので、ビジネスマンにとってはすごくありがたいんじゃないかなというふうに思いますし、この会場とか会議スペースの解像度もものすごく綺麗なものとなっています。そして最も素晴らしいところがMac との連携です。この Vision Pro は Mac の画面を映し出して空間に配置をすることができます。これはワンタップコネクトを押してあげるだけで Mac の画面が空間に配置されます。そしてすごくありがたいのが表示させている Mac のウィンドウと Vision Pro 内で表示しているウィンドウをカーソルで行き来することができます。なので Mac のトラックパッドを使いながら他のウィンドウ自体もそのままアクセスをしてコントロールしていくことができるっていうので、ここの作業効率っていうのはすごく良くなります。僕も実際に Mac の画面を映像の編集画面にしていて、その横で何か調べ物をしていたりとか音楽をかけていたりとかいろんな情報にアクセスをしながら編集をすることができる、そういった一連のことができるので、これがね非常に役に立っていますね。そしてこれの良さっていうのは、ビジネスシーンでもかなり多いかと思っていて、機密情報を扱うような時に周りから誰にも画面を見られずに作業することができたりします。機密情報じゃなくても誰かに画面を見られたくないっていうシーン結構ありませんか？僕は結構あるんですよ。そのようなことを何も気にせずに作業に没頭できるっていうのもすごく良さだと思っています。ただこれは逆もしかりで Vision Pro 内で仕事をしてると思いきや漫画を読んでいたりとかドラマを見ていたりとか仕事サボっているっていう可能性もなくはないですよね。それではここからは実際にこの Vision Pro を長期間使用して感じた現実についてお話ししていけたらと思います。これを購入する前から期待値もめちゃくちゃ高かったしワクワクもしていましたが、実際にたくさん使い込むと改善点とか今後の課題っていうのはたくさん見つかりました。まずは何といっても装着という時点でのハードルの高さです。 Vision Pro 本体が少し重すぎます。重さでいうと約 624g あるんですよ。これは iPhone 15 Pro 3台分にあたります。なのでやっぱり長期間の使用はしんどいし、すごく顔の表面に負荷がかかっているのが感じられます。僕もいろんな改善策を試してみました。バンドを取り付けて負荷のかかる部分を分散させてあげると結構楽になったりとか、別売りのベルキンのアクセサリーを後頭部部分に取り付けてあげればかなり前側の負担を減らすこともできるようになります。こういう風に工夫をすれば重さが分散されてそこまでしんどくはならないんですけど、何より見た目がダサいんですよね。せっかくこの洗練されたデザインなのにこういった付け方をするとやっぱり見た目的にあんまり良くないと思うので、ここはやっぱり課題でしかないかなと思います。そしてこの本体持ち方にはすごく気をつけなければなりません。この Vision Pro の部品はほとんどがマグネットで付いているだけです。取り外すことが簡単にできてしまうので、持つ場所を間違えてしまえば磁石が取れてしまって落下してしまう恐れがかなり高いです。なのでこの Vision Pro を手渡しするときはハンドルを持つか前面のディスプレイ本体を持つようにしましょう。そして装着感のフィット感とか没入感はめちゃくちゃいいんですけど、ちょっとこの鼻の上ら辺から光が漏れてるようにすごく感じます。そもそもの設計が鼻が高めの外国人向けのような設定になってるような気がするので、僕は結構鼻の上の光漏れが気にはなりますね。Vision Pro を購入する際に自分の顔に合った最適なサイズっていうものを測定してくれます。なのでそのサイズじゃない他の人のものを使った時はヒット感があまり感じられない可能性があります。なので自分に最適化されたものじゃない人のものとかをつける際はあまりフィット感はないかもしれません。でそして僕が最も怖く感じてるのがほうれい線がちょっと強くなるんじゃないかなっていう心配
題があります。やっぱりこの本体が約 630g もあるので、何一つ対策をせずに顔の表面上に負担をかけるっていうことをやり続けると、ほうれい線とか顔への負担がすごく良くない気がします。この写真は実際に2時間使用した前後の写真になるんですけど、脱着したすぐは分かりやすいんですけど、すごく肩がついていたりとか、やっぱり負担がかかってるのがよくわかるんですよね。このビジョンプロ本体の下の部分がちょうどこのほうれい線のところら辺に当たるので、ここがすごくたるみの原因になりそうな感じがして、僕は怖いです。これは全くもって根拠のない話にはなるんですけど、そこら辺の不安がやっぱり出てきてしまうぐらい負担をすごく感じるような重さにはなっています。で、そして実際に表面に当たるここのライトシーリングのパーツは取り外しをすることもできるんですけど、これ自体がすごく汚れてしまうなっていうふうにも思います。特に女性の方とかもそうだと思うんですけど、例えば日焼け止めとかコンシーラーとか BB クリームとかそういったものがここに付着してしまうので、そこら辺が使用していくにつれて結構気になるところではあります。ただこのパーツは手洗いも可能だし、交換をすることもできたりするので、あまり気にしなくてはいいとは思うんですけど、ここについていくっていうのが、ややね、手入れが必要になってくるかなっていう風な印象があります。という感じで、そもそも装着っていうところにすごくハードルが感じると思いますし、僕も毎日使ってるんですけど、連続的な使用は持って3時間ですね。3時間いけたことが1回ぐらいしかないんですけど、僕はもう2時間半ぐらいで限界が来ちゃうので、本当に長時間の使用っていうのは向いていないデバイスかなというふうに思います。あとはそもそもこのバッテリーも外付けの状態になっているので、交換をすることはできるんですけど、ここのバッテリーを持っておかないとこっちが起動しない状態になっています。バッテリーも2時間ぐらいしか持たないので、そもそもの連続使用が2時間ぐらいに収めておく方がいいのかもしれません。そして僕はこのビジョンプロをいろんな場面で使ってみたんですけど、外出先で1人で使用するのはほぼ無理です。これはなかなか勇気がいることだなと思います。飛行機の中とかであれば一人でも全然使用することができるんですけど、やっぱりカフェとかコワーキングスペースとかでいろんな人がいる中でこれを一人でつけるっていうのはなかなか勇気がいることだし、僕はあまりやっぱできません。実際にビジョンプロを持ち歩いてカバンの中に入れていたとしても、カフェで編集している時にこれがバッグの中に入っていたとしても、没入をしたいと思ってもこれを取り付ける勇気が僕にはありませんでした。今もぶっちゃけできません。やっぱり都内のカフェとかで一人で使うっていうのはまだまだ勇気がいります。そして食べ物や飲み物に関しては、飲み物は割といけます。特にストロー付きの飲み物であれば全然問題なく飲むことはできるんですけど、大きめのカップでストローがないような飲み物は少し詰まってしまう時もあったりしますし、食べ物系が結構やっぱ難しくて、僕も何回もこぼしてしまったので、飲み物を飲む程度に抑えておいた方がいいと思います。あとは画面が汚れるとかなり厳しいです。ビジョンプロはディスプレイとレンズの中に指紋がとてもつきやすいので、指紋が付着している状態で見るとすごくね、画面が汚れて見えてしまいます。しかもこの前面のディスプレイだけじゃなくて、レンズにも指紋がついてしまうことがよくあるので、使用前にしっかりと頻繁に拭き取ってあげないと画面が汚れた状態で見えてしまうので、 MacBook とか iPad って別に汚れていてもそれなりに綺麗に見えるんですけど、これ自体が指紋がついていたりすると画面がすごく濁った状態で見えてしまうので、ここを常にクリーンな状態にしておかないといけないっていうのもすごく面倒だったりしますね。このディスプレイの破損がすごく怖いので、こういうクリアケースをつけてたりするんですけど、こっちが汚れてたりするとめちゃめちゃ画面が汚く見えるので、こっちも綺麗にしないといけないので、そういったところまで気を使わないといけないデバイスではあると思います。ただ逆に驚いたこととしては、長時間使用していてもあまり発熱はしません。しっかりとした排熱構造になっているので、そこまで熱がこもらずに熱くなるといったことはほとんど感じられませんでした。高負荷な PC 作業とかをしていてもそこまで熱くはならなかったので、その辺は素晴らしいなと思います。このビジョンプロは無線接続関係が不安定なものが多いですね。他の Apple 製品と AirDrop などをしてデータ転送することができるんですけど、結構不安定でエラーの回数が多かったりとか、そもそも AirDrop をするときにこれを装着していないと転送ができないんですよね。なのでこれを取り外した状態で AirDrop とかがなかなかできなかったりするので、転送する際にいちいちつけて行わないといけないっていうのも結構もどかしかったりはします。そして Mac の画面と Vision Pro のウィンドウを行き来できてカーソルを移動させるのはすごく便利なんですけど、ここのラグは結構あるので、そこまでシームレスな移動にはならないので、ここら辺ももう少し改善してくれると嬉しいなと思います。で、あとはこのデバイスは有線接続ができないんですよね。データを転送するときは AirDrop を使う、もしくは他の転送サービスを使わないといけないので、有線接続ができないっていうのも結構不便なポイントではあります。
なのでビジョンプロでコンテンツを視聴したい時にそのデータをすぐに送れないっていうのがかなりめんどくさいポイントにはなっています。そしてデバイスのシェアには本当に向きません。これは他の人が体験したいとなった時にビジョンプロ内でゲストモードに切り替えてビジョンプロを渡して、そしてそこからパーソナライズさせていってやっと使えるといった状態になります。そして現時点ではそのデータが保存されないので毎回しないといけなかったんですけど、一応次のアップデートでゲスト保存はできるようになるみたいです。マジでこれは早めにお願いします。そもそも画面をシェアするという概念がほぼないので、家族団らんとした環境とかでは関係が悪化してしまうような可能性もあるんじゃないかなというふうに使用していて思いました。実際にこのデバイスで体験できるのは1人のみだし、その人にしか見えているものは分かりません。その人がどのように楽しんでいたとしても、その体験とかその見た景色っていうのを誰かに伝えることっていうのはほとんど難しい状態になっています。なので素晴らしいプロダクトがゆえに、家族との大切な時間にこれを使用し続けると良くないことになりかねないなと思います。僕も先日オンラインコミュニティで映画祭を開催したんですよ。ここで大きな120インチのスクリーンでみんなで一緒に映画を楽しんだんですけど、やっぱりあの空間自体をみんなでシェアできたっていうところにすごく良さがあると思うし、ぶっちゃけビジョンプロで表示した方がスクリーンっていうのは大きくはなるんですけど、でもやっぱりあそこにみんなが集まってるあの空間をみんなで見たことにこそも意味があるっていうふうに思うので、どっちがいい悪いではないんですけど、この視聴体験を他でも共有できたらすごくいいなというふうにも思いました。そして管理や保管方法が難しいところも挙げられます。このビジョンプロは高級やし繊細やし、ものすごく慎重に扱わないといけません。使用しないときはケースに取り付けて絶対に落下させてはいけません。でもね、これだけ美しいプロダクトやからちょっと飾っておきたい欲もあったりするんですよね。その辺の塩梅は難しいなと思います。もしこのディスプレイを割るととんでもない修理金額になると思います。びっくりしたのが Apple Care の金額が高すぎるんですよね。そこもちょっと購入時の負担は大きくなってきますよね。一応純正からこのようなケースは出ています。ただこれめちゃくちゃ高くて、ケースなのに3万円以上するというね、ものすごい価格帯になってるんですけど、ただビジョンプロをね外に持ち出す方はもう絶対これはあった方がいいかなと思います。しっかりと保護力もありますし、アクセサリーもね入るような構造になっているので、価格だけのね質感ではあるかなというふうには思います。ただ結構大きいので、バックパックの半分を埋めてしまうと思いますし、荷物としてもかなり邪魔にはなると思うんですけど、僕はこれは買ってよかったとは思っています。もう少し値段を安く済ませたい方は、僕は Amazon でこのケースを購入しました。1万円ぐらいで買えるケースで、純正のケースとほとんど同じような機能デザインになっていて、ビジョンプロをかなりね、保護することができるようになっているので、純正にこだわらない方は、一応概要欄にもリンクを貼っておくので、よかったらこれもチェックしてみてください。僕は実際にケースを購入してめちゃくちゃいろんな場所に一緒に出かけたんですけど、飛行機の中では機内サービスに気づけないっていう欠点もあったりします。フライト中に映画を楽しんでたりしてたんですけど、知らない間にドリンクサービスが終わっていたりっていうのが何回かあったので、そこはちょっと難しいなというふうに思います。そして最後なんですが、このビジョンプロは中古の取引には向かないデバイスだと思っています。購入時にフェイス認証で形状パーソナライズされるんですね。これによって28通りのライトシーディングから最適なものが選ばれて、それに合った形じゃないと使用感が悪くなるんですよ。なので中古市場の取引の際にそれらを確認しないといけないであったりとか、実際に届いてもそれが自分の形にフィットしなくて使用していて使用感が悪いなどといったことがあるので、売り手と買い手ともに少し手間が増えるようなデバイスであるかなと思います。それではここからは Apple Vision Pro を長期使用して感じた新たな可能性について話していきます。まずは僕個人として実際に購入して恩恵を受けた、本当に買ってよかったなと思うのは生産性が爆上がりしました。自分のクリエイティブ作業が本当に変わりました。何にも邪魔されずに集中したい時はだいたいこの中に入って作業を行います。複数のウィンドウを表示させて常に情報にアクセスしながら作業を行うことができるし、より大きなスクリーンで丁寧に情報を整理することができるようになりました。そして新しい購入体験を見つけることもできました。ショッピングをする時とかに実際にプロダクトを空間にセッティングすることが可能なんですね。家具とかアートとかデバイスなどあらゆるものを空間に配置させて等身大の大きさでそれらを確認することができます。これは本当に新しいショッピング体験です。実際にショップに行って確認する必要もないし、実際の大きさがその場所に分かるので購入してからの不安っていうのも一切なくなりました。最近だと購入を検討しているディスプレイを実際にデスクに置いてみて配置を確認してみたりと、そういったこともできるし、車のモデルを出すこともできたりするので、人気な車種とかなかなか試乗ができないものとか実際にそれらを表示させて細かなイ
インテリアとかエクステリア両方ともじっくりと自分だけの空間で確認をすることもできます。そしてこれは僕が使用する用途ではないんですが、ブレンダーなどでリアルタイムで 3D モニタリングを行うこともできるそうです。あとは実際に 3D プリンターなどで印刷をする前に実物を確認しておくみたいなこともできるみたいですね。さらにこの Vision Pro っていうのは医療機関でも使われているみたいです。医療用モデルを手軽に見ることができたりとか、歯科分野や脳モデルで見る人もいるとのことです。あとは海外では手術中に Vision Pro を装着している事例もあるそうです。さらにはピアノの鍵盤に合わせたアプリなども開発していたりと、教育分野での活躍の未来も感じることができました。あとは地形とか地理に関することも相性がいいなというふうに思いました。様々なアプリがありますが、スカイガイドで星座を楽しむこともできます。多くの星を時期とか時間帯とかを気にせずにいつでも楽しむことができたりとか、地図を 3D で表示をさせることができるので、世界中の地形をいつでも手軽に見ることができます。僕は海外旅行とかも好きなので、あらかじめその場所がどういった地形になっているのか事前に確認しておくことがすごく役に立ちました。このように Vision Pro は多くの可能性を秘めてると思うんですけど、さらにエンターテインメントではものすごい可能性を秘めていました。今回最も驚いたのは Apple イマーシブビデオです。これは言葉に表せないんですけど、本当にえぐいです。マジですごい。これは完全に新しいコンテンツ視聴体験ですね。これは伝えるのが本当に難しいので、ぜひこれは一度 Apple Store 体験で視聴していただけたらなと思います。この Apple イマーシブビデオというのは180度の VR ビデオの視聴になるのですが、実はこれに近いのが iPhone 15 Pro でも行います。 iPhone 15 Pro から空間ビデオというものが撮影可能になっています。実は動画撮影中に Vision Pro のアイコンがあるんですけど、これを押せば iPhone で空間ビデオの撮影が可能です。そしてこれで撮影したものを Vision Pro で視聴すれば空間ビデオの再生が可能なんですね。この空間ビデオの没入具合は本当に素晴らしいです。2D でモニターだけを見てるよりも圧倒的にその場所にいてるような感じになれます。現時点では iPhone 15 Pro、Pro Max で撮影が可能なんですが、これはメインカメラと広角カメラの2つのレンズを使用して撮影を行っています。すごく気軽に撮れるので、いつか見返すだろうなっていうシーンはほとんどこれで撮っておくことを本当にお勧めしたいです。ただこの iPhone での空間ビデオは現在ではフル HD までで 4K で撮影をすることができません。この辺はアップデートを期待したいですね。そしてこれ iPhone で撮影するよりも Vision Pro 本体で撮影した方が空間ビデオの品質っていうのは没入感がよりあるなというふうに感じました。ただ Vision Pro を装着した状態で撮ることになるので撮影自体が難しいんですけど、没入具合は Vision Pro の方が素晴らしいです。なのでもし可能であれば Vision Pro 本体で撮っちゃった方が後から見返す時の没入具合は良かったりするかなと思います。僕は Apple TV でイマーシブビデオを見てから空間ビデオというものに本当に魅力を感じて、キヤノンの VR レンズを使っていろいろと撮影もしてみました。キヤノンの EOS R5 と VR レンズを使ってその場所の空間を撮ってみたんですよね。コミュニティのメンバーと撮影をしている時にみんなで弾き語りのタイムを使ってこの瞬間を撮影してみたんですよね。実際に撮影は EOS R5 で 8K のロー動画を撮影して、でそれを VR 用の編集ソフトで書き出して Vision Pro の中で見たんですけど、もう本当にね、これはね、いつでもその瞬間に戻れるような気持ちにさせてくれます。同時に撮影していたマイクもすごく手軽なものだったんですけど、 Vision Pro の優れたオーディオシステムのおかげで聴覚と視覚両方ともその場所に戻してくれるような体験をすることができました。ただやっぱり 8K で撮ったとはいえ、やっぱりこれだけの空間を再現するとなるとやっぱりまだまだノイズとか見えてくるような印象があるので、先日ブラックマジックが開発したアーサイマーシブっていうこのカメラを使って僕は VR のね撮影とかも今後頑張ってやっていけたらなというふうに思っています。このね、ブラックマジックデザインさんのアーサーイマーシブっていうのは本当にすごくて、 VR 映像っていうのは2つのレンズを使って撮影するんですよ。それは人間の目と同じように2つのレンズを使って空間を認識させるんですね。だからおそらく iPhone 16もレンズが縦になるんじゃないかなと言われていたりするんですけれども、このアーサーイマーシブっていうのは2つのレンズを1つのセンサーで撮るのではなくて、2つのレンズを2つのセンサーで撮るんですよ。だからおそらくめちゃくちゃ画質が綺麗に撮影できるんじゃないかなというふうに僕は予想しております。ちょっといつになるかわからないんですけど、いつかね、ブラックマジックさんのアーサーイマーシブ、これを使ってね VR 映像を撮影してそれらを皆さんに共有できる日が来るとすごく嬉しいなと思っています。というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。60万円というとんでもない価格で登場したアップルの空間コンピューター Vision Pro。僕が思う購入を検討するパターンで一番考えやすいのがビジネスでの使用用途で Vision Pro と Mac を使用することです。
PC 接続をすると最も大きな画面を出力することができます。カーソルを移動すれば Vision Pro と他のウィンドウにもアクセスすることができるし、もちろん Mac Studio や Mac mini、iMac でも接続が可能です。疲れた時は横になりながら重さも感じずに作業を行うことができます。このような使用用途は Vision Pro が他のデバイスの代わりになるだけにとどまらず、新たな空間コンピューティングを生み出し、使用者の生産性を大幅に向上させるでしょう。そして次のアップデート VisionOS2 ではワイドディスプレイでの表示をすることができるようになります。これによりさらに生産性が向上するはずで、これが Apple エコシステムの最大の強みなのです。ただそれにしても価格を考慮すると購入者は多くいるとは思いません。映画などの視聴体験は誰でも最高だと感じるはずですが、60万円を出すほどの理由にはなりがたいと考えます。ではなぜこのデバイスを開発したのでしょうか。その狙いとしては Vision Pro というコンセプト、未来設計を世界に伝えたいのかなと考えます。もしかしたら将来的に使用したいと思わせるのが今回の目的かもしれません。次世代モデルで軽量化されて必要な機能だけを集約させた手頃な価格で登場した時により注目度が広がるのではないでしょうか。初号機でこのクオリティとユーザー体験、かなりすごいことだと思います。ただ一方で技術というのは進化をし続けます。スマホ市場のようにまだ頭打ちになっているとは到底思いません。まだまだ改善の余地しかないんです。それを楽しめるのももしかしたら今だけかもしれませんね。この Vision Pro が数年後はどのような進化をしているのでしょうか。これからが楽しみで仕方ありません。皆さんはこの Apple の新しい勝負にどのような未来を予想しますか。意見や感想ぜひコメントで教えてください。それでは今回の動画はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。